親がちゃってた金持ちは人生で不幸を経験することはないですが、戦争のロサンゼルスの山火事で20兆円分金持ちの資産が消失したのを見ると、神は戦争や感染症、災害等に生命とでたまに人類の平等に叱ります。ロサンゼルスの焼け野原の現地人は広島と感じた日本にとっては大概の火事なのです。多分金持ちの人たちはほとんど保険入ってると思いますよ。住宅保険。なので問題は、住宅保険に入れなかったお金のない人たちなんですよね。住宅保険をロサンゼルスって結構入れない地域とか多かったんですよ。入れない地域、入れない人。でも、高額な物件の場合は基本的に保険入れるんですよ。金持ちなんで。なので、多分、お金持ちの人たちは火災保険が降りて、いや、なんか避難者で大変だったよっていうので、で、また新しいに建てるんですよ。保険があるからタダで。で、貧乏な人たちっていうのが残念ながら家がなくなりました。保険がないので、じゃあもう焼け野原だってしょうがないっていうところで。なので、金持ちだけが幸せになって、お金持ちじゃない人が不幸になるっていうのが、このまま続くんじゃないかなと思います。そんなもんです。本来であれば、金持ちと貧乏人の立場がひっくり返るっていうのが、戦争と疫病と、災害と疫病にテーマなんですけど、この3つのうちのどれかが起きた場合に、金持ちと貧乏人が入れ替わるんですけど、で、今、世界中で戦争起きてますと。ガザだったりとかね、ロシア、ウクライナだったり。別に関係ない地域は関係ないよねっていう。次の疫病でいくとコロナが起きたんですけど、コロナの時もエッセンシャルワーカー的な人たちは結構被害を受けていて、金持ちは投資をしていて儲かってたりするんですよね。疫病があろうと結局金持ちは得するよねっていうのが、今回の災害に関しても、金持ちの家は保険でカバーされるけども、貧乏人とか庶民の人はカバーされないっていうのがあって、金持ちと貧乏人の差がひっくり返るという機会が、2000年以降、ほとんど僕見てないんですよね。でね、今後も多分それがあんまり変わらないだろうなと思うのが、変わるパターンっていうのは政治によって変わる場合があるんですよ。じゃあ、社会主義国家になりました。金持ちの家ぶっ潰そうぜっていうので変わる場合。その場合に金持ちの家ぶっ潰そうぜとか、知識階級ぶっ潰そうぜっていうのをカンボジアとか中国が昔やったんですけど、で、じゃあそれが起こり得るかっていうと、民主主義でも起こり得る可能性はあったんですよ。ドイツが、ナチス時代というのは、あれは投票で決めたんですよね。独裁者の王が出てきて、お前ら俺に従えっていうんじゃなくて、ドイツ人が民主的に投票した結果、ヒトラーを選んでナチス党を作ったんですよ。ユダヤ人は割と金持ちが多かったので、ユダヤ人潰せるんだったらいいよねっていうところで、感情的なところで潰されたユダヤ系の財閥は多いんですよね。っていうところで、あくまで民主主義で選んだ結果、金持ちが損をする、庶民が得をするっていうのは、あの時代は可能だったんですけど、今回のアメリカのトランプ大統領選ばれた結果を見てると、トランプ大統領を支持してきた人は誰ですかっていうと、白人の労働者なんですよ。あんまりお金持ちではない白人の労働者。都市部に住んでる人たちっていうのは民主党寄りだったりするんですよ。で、もう一グループいるんですよ。トランプ大統領を支持しているグループ。わかりやすい例で言うと、イーロン・マスクさん。今多分世界で一番の金持ちだと思うんですけど、イーロン・マスクさんもトランプ大統領を支持してるんですよ。で、結構アメリカの金持ちでトランプ大統領を支持してる人多いんですよ。労働者のすごい貧しい人と金持ちが両方とも支持しているのがトランプ大統領なんですよ。なんで金持ちがトランプ大統領を支持するのか。トランプ大統領って自由を結構掲げるわけですよ。で、自由というのは金持ちにとってみると、これで何でも買える自由なんですよ。でも、どちらかというと民主党がやろうとしてた規制とか制限っていうのは、いくらお金があったとしても、この法律で規制とかをするので、これ以上やってはいけませんよなんですけど、トランプ大統領の言う自由っていうのは、金があるんだったら別に買えばいいんじゃないの？何でもやればいいんじゃないの？っていうことだったりするんです。例えばテキサス州って堕胎手術が違法なんですよ。中絶手術。中絶がテキサス州で違法です。なので、レイされたとしても中絶をするのが違法です。それでもいいよねっていうふうにアメリカの庶民は思ったんですよ。じゃあ、金持ちがテキサス州で娘が強姦された時どうするか。単に車で他の州に行って中絶手術すればいいだけなんですよ。なので、別にテキサス州の中でやんなくてもいいよね。俺ら別に飛行機乗ってもいいし、車乗ってもいいし、別にいくらでもやりようがあるから。車を持ってないテキサスの人が中絶手術をしようと思った時に、タクシーに乗って隣のアラバマ州に行きました。これ捕まります。タクシーの運転手も。中絶という手段を提供するのが違法ですという中に、中絶をするための病院に行くサービスを提供したタクシー運転手も罪だよねっていうところが、テキサス州の中絶禁止の法律になってるんですよ。
ので、金持ちは別に自分で移動できるから、テキサス州で受けなければいいだけだよなんですよ。庶民は、その結果、他の州に行くことできなくなるんですよ。っていうので、貧乏な人というのは、お金がないし手段もないので制限されるけど、金持ちは金でいろいろ解決できるねっていう形に割となってしまうんですよ。金持ちにとってみると、そのトランプ大統領的な自由というのは賛成だよね。庶民っていうのは規制がない方がいいよねというふうに思ってしまう。っていうところで、結果としてその労働者階級と金持ちっていうのがトランプ大統領を支持してる。なので、労働者階級だけがトランプ大統領を支持してたら、もう金持ちぶつぶそうぜってなって、金持ちに対しての税金高くしますとか、金持ちの産業を規制しますとかになるんですけど、金持ちは金持ちでトランプ大統領を支持してるので、金持ちの規制はせずに、労働者の階級が幸せになるという誤解をしているというところなんですよね。誤解が多分、今年中に解けると思うんですけど、で、どういう誤解かというと、移民がいなくなった方が私たちは幸せになるよねという誤解。全米畜産業協会の人たちとか、割ともう声明出してるんですけど、移民がいなくなると、安い肉も安い野菜も作れなくなるんです。アメリカの農業のほとんどって、安いメキシコから来る移民によって支えられてるので、それがいなくなった場合に、肉も安く手に入れなくなるし、野菜も安く手に入れなくなるし、で、流通も人手が足りなくなるので、物の値段が上がるんですよ。もうイギリスで実習済みなんですよね。イギリスが EU から出てったら、イギリス人が幸せになるんだって言ったんですけど、EU からイギリスが出てた結果どうなるかというと、ヨーロッパにいた安い労働力というのがいなくなり、価格が上がってしまって、結果として庶民の生活が苦しくなる。なので、その移民がいなくなると物価が高くなるんですよね。日本だと円安になれば庶民は幸せで儲かるよねっていう説があったんですけど、じゃあ日本で今円安になって何が起きたかっていうと、物価が高くなったっていうことなんですよね。で、今でも物価高いものだと思うんですけど、なのでなんか庶民がこうやった方が幸せになるんじゃないのっていうのが、結構そうでもないというのが世の中出てきちゃってるよねっていうのもあったりするので、なので、まあアメリカも多分物価が高くなって庶民はきつくなるよねっていうことになるんじゃないかなと思いますけども、はい。去年日本テレビはフジテレビが大谷翔平の12億の豪邸の事情をばらしたので大谷翔平が引っ越しました。先日のロサンゼルスの山火事でその9号邸は全焼したと思われます。あ、そうなの？大谷のさや子供を産むなら何まで産むなら完全に家庭と豪邸を守りきれるか。まあでも別に豪邸売り払おう売り払わなければ別に避難してたと思うので、そういう意味で売り払ったら助かったみたいなそういう話じゃないんじゃないかなと思うんですけど。で、産むなら何人？大谷翔平さんが産むんじゃなくて奥さんが産むから奥さん次第じゃないですか。ロサンゼルスの火災は陰謀だと思いますか？思いません。湿度が低くて風が強いという気候現象によって起きているので、なので陰謀論で湿度を下げるとか風を強くするとかなかなかできないので。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。